こんにちは、トラ旅です。今回は福岡県の柳川市から有明海沿いを通って熊本城まで走ったら何があるか見てみようの旅。ここも最高に楽しかったですね。カップルでも家族でも楽しめる1泊2日のドライブ旅、早速ご覧いただきましょう。水の都柳川市は県の南部。市内は古くから人工的に開拓され、水郷柳川として多くの人を魅了してきました。そんな柳川をスタートして大牟田、荒尾、玉名、西区、ゴールは熊本城の城西園。これね、車で旅行される方皆さん行った方がいいですよ。すっごく面白かったですね。柳川市で前乗りしているところです。今回泊まったホテルはホテルニューガイア柳川。安いけど部屋は綺麗で快適でした。今回私たちは10月に訪れています。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。必要にして十分な部屋、バスルームはいつもの感じ、音もしなくて空調も満足です。近くには立花うどんがありました。何も調べてなくてたまたま近くだったから行ったんですけど、すっごく美味しかったです。どれも美味しそう。今回は不動の人気1位の肉ごぼう天うどんにしました。麺は重さを感じるもっちもちの食感。昆布の甘辛い出汁と味が染み込んだ肉。出汁を吸った衣をまとったごぼう天が福岡へようこそと語りかけてきました。至極の一品ですね。一度食べたらまた食べたくなる、そんなうどんでした。美味でした。こういう思いもしなかったお店に出会えるのも旅の楽しみですね。コンビニでいろいろ買いまして、明日に備えます。おはようございます。暑いくらいの快晴です。県をまたいだドライブの旅、歴史ある建造物や産業遺産に出会い、最後は温泉で疲れを癒す、ゆったりと観光できて他ではできない経験ができました。九州の魅力を皆さんと一緒に体験したいと思います。さあ来ました。柳川といえば川下り。ここはですね、柳川遊船丸江観光です。人生初の川下りでしたが、ここに決めて大正解でした。なんとですね、私たち2人だけでした。柳川川下り丸江観光をご利用いただきましてありがとうございます。本日先導を務めさせていただきますと申します。よろしくね。じゃあ早速一つ目の橋くぐっていきます。結構低いですね。ありがとうございます。お疲れ様です。川に映る並木、竿が水をかく音、ゆっくりと進む船、心和む船頭さんの話、いいですよね。今でもですね、18代目の女性の方が経営されておりまして、で北白秋先生ですね、が柳川市出身なんです。この人のお家とかも見られます。あとですね、お船の上でバーベキュー、焼肉が楽しめたり、天ぷらを食べることもできます。ああ、いいですね。を撮ったり、映画、CM の撮影にもよく使われます。じゃあね、ちょっと狭いんでね、お背中気をつけて。
おー、すごい。外観からはちょっと想像できないんですけど、そうですね。中はですね、お殿様のお屋敷みたいですごい綺麗。ここの階段はですね、花嫁花婿さんが結婚式の時に下船する場所になります。でこの右側ですね、ここが松濤園と呼ばれている国指定の名所に選ばれているお庭になります。今日お堀ですね、お堀になります。柳川城自体がですね、もしかしたら帰り通られるかもしれないんですけど、今柳川高校っていうのが建ってるんですけど、そこにもともとお城が建っていました。今はもう燃えちゃったので石垣しか残ってないんですけど、その柳川城を守るためにですね、400年前に人工的にこのお堀は作られたんです。直線距離にするとお堀の長さは何キロぐらいになると思いますか？ちなみにこの30分では 1.2 キロを進んでます。1.2 キロ。930キロ。そんなあるんですか？はい。長さで言うとですね、この柳川から横浜あたりまでですね。へー。長いんです。じゃあ次の3番目の橋がですね、一番低い橋になっています。どのぐらい低いかというと、今右側ですね、木の枝倒れてますよね。これと同じぐらい。名物のはしごえも見ることができました。これすごいね。わあ、すごい低い。届きました、なんとか。よいしょ。おー、はい、ありがとうございます。すごい。させていただきます。でちなみにこのロープはですね、橋の下でお船が止まらないように船頭さんが引っ張ってお船を前に進めるためにつけられています。雨雨降れ降れ母さんがじゃんの目でお迎え嬉しいな。あらあらあの子はずぶ濡れだ。柳の根方で泣いている。ピッチピッチチャップチャップランランラン。こうやって歌も披露されると風情が深まりますよね。左の階段みたいなところにはお雛様が飾られる時期もあるそうです。川沿いの柳の木も綺麗。もちろんどこでもドアも完備されています。柳川の民謡を歌わせていただきます。水の都かよ柳の町かよいよい昔恋し五条金まり来てくれめっせ4日間も筑後柳川お堀の湖あさんやさんや柳が招くあれちょいとちょいと招く糸柳ありがとうございました。講談の生まれは柳川かも子供んとからまんのよか柳川柳川横断節それ横断節ありがとうございました。でもここにしてよかった。じゃあ暑い中ご乗船いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。私の方からまだまだ柳川楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。おすすめの船会社でした。すごく楽しかったです。とても目立つ建物、お花西洋館ですね。明治時代に橘家の迎賓館として建てられました。
急速に西洋化していく時代の建物。中に入ることもできるみたいなので、後で行こうと思います。柳川の名物、うなぎのせいろ蒸しの名店が立ち並んでいました。有明海の海水と川の淡水が混じる河口付近では絶品の天然うなぎが取れるそうです。柳川のうなぎ料理は焼き上げた後に蒸すので肉厚で柔らかいという特徴があります。水難事故を防止したい思いで水天宮が祀られています。水天宮の前にあったのが清食堂。創業は70年以上、ちょうど開店しました。地元の方に支えられ、ずっとここまで営業されてきたんでしょうね。年季が入っていますが清潔な店内。ちゃんぽんが名物ということで注文しました。まず見えてきた大量の野菜。新鮮なのがすぐ分かりました。そして麺になかなか合えません。美味しすぎて平らげました。美味でした。遠くから食べに来てもいいと思います。北原白秋が生まれ育った柳川のこの家、当時は酒屋さんだったようで広大な家でした。それでいて、ご旬のように柔らかい思い出が。これを知った柳川市民の中で学習成果を守ろうという声をこの日は夏日だったからですね。だいぶ体力を失っています。最初に見た西洋館まで戻ってきました。
資料館と庭園の小庭園、西洋館と大広間がセットの料金で、ここは行ってよかったですね。資料館は奥に長細くて甲冑、絵画といったコレクションがありました。400年間ずっとここで歩んで守ってきた歴史の重さを感じます。その横には西洋館。外観は白くシンプルな洋館でしたが、中はまるで芸術作品のようでした。これは圧倒されますね。障子を開けると息を飲むほど美しい100畳の大広間と小庭園。ここには泊まることもできて、文化財に泊まるっていう非日常を満喫できるみたいです。何百年と続いて、今は柳川の観光業を支えているんですね。柳川に来たら川下りとここはおすすめです。柳川の水路を堀割って言うんですけど、最初お城のお堀だったのかなと思ったら、歴史はもっと古かったようです。有明海に近く海面より低い柳川周辺は満潮になったら水浸しになっていました。さらに川も流れているため、水をなんとかコントロールしようと先人の方が町中に水路を作って試行錯誤しながら、なんとか生活用水と田畑を作った歴史があったんですね。そんな歴史と柳川の人の苦労を思いながら、唯一無二の町の観光を楽しみたいですね。次は鶴見荘にやってきました。創業明治3年、朝に流れていた懐かしい CM を覚えている人。緑が煙る柳川に。それがここなんです。一番売れている商品を伺ったところ、弊社でですね、お味噌種類として使うお味噌で人気のあるやつはこちらのですね、白州という商品です。ニンニクと唐辛子が入った相撲味噌も買いました。かなり辛かったです。お気をつけて、お疲れ様でした。北原白秋が歌った並び蔵は川の方にあります。CM で出てくる景色ですよ。見たとき、ああこれかと思いました。今まで柳川に来てなくてすみませんでした。最高に楽しかったです。柳川の街、足を運んでみてはいかがでしょうか。次は大牟田市まで行きましょう。大牟田市は県の最南端、明治時代以降に三池炭鉱と石油コンビナートで発展した町。皆さんも
石炭の町のイメージがあるんじゃないでしょうか。島根県の石見銀山とか長崎県の軍艦島とか、ある時代で隆盛を極めたところが抗えない流れとともに没落していく感じ、衰退の美学というのを旅の中で感じることが好きなんですね。もちろんネガティブなことではなくて、儚さを感じながらも変化して違う光を放つ姿みたいな様子がいいなと最近よく思います。三池炭鉱は身近にありすぎて行ってなかったり、グリーンランドの方が楽しいかもしれませんけど、改めて行ってみると意外と楽しいかもしれません。炭鉱に行く前に行ったのが石炭産業科学館です。目の前にはルートインが建設されていました。2025年12月にオープンで九州最大規模のルートインだそうです。ここで知識を入れた後に各炭鉱に行くと分かりやすいと思いました。石炭の感じと黒い見た目から重そうなイメージだったんですけど、意外と軽いですね。大型船に積み替えて上海や香港に輸出していました。その頃万田港の開港に伴い石炭の生産量を一気に3倍にするという計画が進んでいました。大型船に直接積み込むことのできる港を作る必要があったのです。染料、沈蔵石油を生産する工場群に火力発電所、埋め立て地の角から海面前方に堤防を事例とか給料がわかる資料もあって、急に親近感が湧いてきます。炭鉱の様子を実際に体験できて、これはすごく面白かったですね。当店の屈伸現場までは神社に乗っていきましょう。お待たせしました。炭鉱の主役たちに会いに行こう。まずは屈伸機械の仲間。さあ、彼がコーティニアスマイナーです。オーヘッパーが主役だったんだ。はい、いらっしゃい。私の仲間は三池炭鉱で、当時は私も結構注目されて頑張ったもんだが。皆さん、巨大な採掘機械の迫力、大型の単車とそれを動かす電気機関車、レールの下にある大きなポケットに貯められるんだ。これを回転させてまっしぐらにモグラのように掘り進むんだ。ロードヘッダーさん、ちょっと自己紹介を。完全にきれいに掘れるさ。僕ら頑張っているね。案内します。ここが三池炭鉱の最短切り刃。炭鉱の主役はやっぱりこのドラムカッターなんだ。みんなの周りにある鋼鉄の理想枠とコンビを組んで働いているんだ。1997年には三池炭鉱は閉山して、2015年には世界遺産に登録されました。
明治日本の産業革命遺産は全部で23あって、以前他の動画で言った鹿児島県の旧修正館とか長崎県の羽島炭鉱とか広い範囲に点在しています。全部行った人いるんでしょうかね。近くには多くの炭鉱の跡があって、今回はその中の一つ万田港に行こうと思います。ここは無料で、万田港は有料です。歩いて150メートルくらいでした。目の前に見えてきた万田港で一番目立つ建物には巻き上げ機があります。天空の城ラピュタの冒頭、パズーが操作していたエレベーターがありますよね。あれです。あれを想像してください。ここには何があるかというとですね、上がり口に上がったところには小型ウィンチでね、電気のない時代、蒸気で動いてた小型ウィンチでね、ジャックエンジンってあります。上がったすぐです。これで、2階は大きなウィンチがあります。構内で使うレールとかね、ちょっと重量物を上げたそうです。これで一番上にあるのが、ずっと上がって向こう側にあります。これがね、エレベーターするための、これ巻き上げ機って言いますもんね。はい。だから一番上にこれ、一番最初がこれがあって、ウィンチがあって、巻き上げ機がね、ありますから、それ見てください。ありがとうございます。ここがね、ポンプ室と扇風機室。1日1000数百トンの水が湧き出るらしいんでね、それを取るためのポンプ室がありました。さっき見られた一番上の巻き上げ機、これはワイヤーがこう、滑車を通してね、垂れたワイヤーにエレベーターつるような格好になってます。ここね、だいたい2つエレベーターがついてます、ここね。綺麗ですね。綺麗。ちょっと塗装してね。それで、建物的にはこれが一番古いです。明治の38年ですね、これね。そうなんですね。去年ぐらいまで工事してね、このレンガ穴開けてから鉄筋こう何か所か入れてます。建物ね、ここね。これ平成10年に三井がデザインした。こ
約1時間くらいで見ることができました。今見たのが第2建港で、第1建港が主に石炭です。今は土台だけになっていました。夕方になってかなり疲れてきたので、今夜の宿に向かいます。泊まったのは玉名市の玉名温泉ですね。1300年湧き続けている名湯です。その中で昭和の香り漂う玉名温泉ホテル白鷺にしました。鍵っていうのがいいですね。大浴場は撮影できないので、すぐ近くの家族湯に行きました。司の湯ですね。家族湯は予約していった方がいいと思います。ここは館内もお風呂も綺麗な温泉で、泉質もツルツルとしてすごく良かったですね。旅に行く体力が全く残ってなかったので、部屋で晩酌しました。明日は玉名市から熊本市内に向かいます。次回もお楽しみに。